雑談です。星源です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますということで、基本的にテレビの話をしておりますが、テレビとかね、見ちゃったものの話はね、聞いちゃったものもたまにあるかな。そうそう、昨日何をしてたかと言いますと、聞いちゃったものってことで、以前東野幸治さんの本物ラジオにメールを出して読まれたっていう話をしてる回があるんですけども、それで読まれたんで、番組のね、グッズが送られてきまして、いやー嬉しかったね。バッジとステッカーと、あと除菌スプレーみたいなやつがね、送られてきました。いや嬉しかったな。あれの後、放送の後から、その週読まれた人1名に帽子ね、キャップが当たるみたいなことをやってるんですけど、僕はその一歩手前だったんでね、番組のバッジとステッカーなんで、それでも嬉しいですね。今はあれ幻人じゃなくてなんて言ってたんでしたっけね、の仲間入りですよね。いや嬉しい、みたいなことが昨日はあって、で何をしてたなんか作業してたんだ。昨日何をやってたんだっけな。結構原稿を書き上げて、メルマ旬報の水道橋博士さんがやってるメルマ旬報って、これ本当にすごい人数、60人ぐらいね、執筆者がいてて、その末席に私もおりましてですね、原稿を書いて、毎月原稿を書いてるんですけども、T シャツ連載といって、何か最近はね、最近は思うことに対して、こういうことを思っている、ああいうことを思っているみたいなことに対しての、アンサー的な T シャツのデザインをね、やってるんですけども、概要だけ話すと、なんて言ったらいいのかな、チューニングの話ね、チューニングというかね、心のチューニングというか、人と人との心のチューニングですね。楽器をやる人は、例えばバンドマンであれば、曲と曲の間にこうチューニングするじゃないですか、始まる前とか。で、その対人に対してチューニングしてますかと、狂ったまま接してませんかみたいな話を書いておりますんで、ぜひね、メルマ旬報読んでいただけるリンク概要欄にありますね。見てね、それからそのデザインした T シャツは買えますんでね、これなかなか今回のはね、非常にかっこいい。デザインだけはね、見ようと思ったらすぐ見れるんで、ぜひね、見てくださいって感じですけども、そんなことしておりましたね。だけだったね。はい、そんなことしてまして、で見ましたです。何を、今ドラマが新しい7月期のドラマが始まる直前で、始まってるのもあるんですけど、まだどれを見ようとかね、あれを見たいんですよ。交番の刑事のやつあれをすごく楽しみにしてるんですけど、まだ始まってないんで、何がいいかなと、話題になってたあちこちオードリーね、星野源さん会のあちこちオードリーを、TVer で見まして、見ました？見てないですか？見た方がいいですよというか、
なんていうかな、すごく成功されて、もう本当に順風満帆なイメージしかないように映る人ほど、まあ本当に苦労してる、まあ苦労だね、苦労してるんですよっていうことがよくわかるお話ですね。それこそまあ通じるところがあるというかね、オードリーの若林さんともね、わかるみたいな話がたくさん出てきておりましたが、僕は知らなかったとか、まあそこまでね、星野源さんのことで、細かに知ってるわけではなかったので、いろんな発見があって面白かったですね。特に阿佐ヶ谷に住んでたね、暗黒の阿佐ヶ谷時代と言ってましたけども、苦労している時代というか時期は、阿佐ヶ谷に住んでチャリンコで中野までバイトに行ってたみたいな話から、その後もっとこう不遇な時代は阿佐ヶ谷から江古田に引っ越してたね、言ってましたんで、叫びながら山手通りをね、夜中深夜叫びながら歩いてたというような話があったりとか、それで書き上げた歌詞をね、レコーディングしてくも膜下出血で倒れたみたいなね、そういう壮絶なというかね話をしておりますが、中で出てきたのが本当にあれですね、こうサケロックっていうインストのバンドをやってたんですけど、その当時もまあずっと小さい時からというかね、物心ついたぐらいからずっとギターとかやってて、自分で曲は書いてたんだけど、インストのバンドの時はまあ特に発表するわけでもなく、自分で録音してカセットにアルバム作ってたみたいな話をしてて、でまあ一回やってみたらみたいな感じで、じゃあ人前でやるんだったらって書いた曲が前列のお客さん全員こう涙したと。でそれでね、なんかこう労力と結果がいい意味で釣り合ってたというかっていう言い方をしてるんですけど、まあ苦労なくというかね、こう頑張ってひねり出して生み出したものじゃなくて、まあ自然とこう作れちゃうものというかね、息をするようにこうできてきた曲というか、まあ、それほど苦労して作ったものじゃなくても、でもただちょっとそれさすがにこうね、切ったまんまで出すよりも、まあ、わさび添えて醤油もつけた方がいいかなみたいな感じで刺身としてまあ見栄えよくというかお出しできる感じで直したものがすごくこう反響が良かったっていうことがあったと。でなんか自分が楽というかね、こう苦労なく楽してっていう言い方がねちょっとあれですけど、楽しくねやってやれることで帰りが多いというかね、見返りが多いというか反応があるというかのことがなんていうんですかね、を仕事にするのがすごく、まあ、精神的にもねいいんじゃないかなっていうので、そこで気づけたっていう話をしてて、確かにねいろんな、まあ、スポーツでも音楽業界でもそれこそ芸能の世界でもそうじゃない、それこそ豆腐屋であるとかパン屋さんであるとかね、こうカレー屋さんであるとか、カレーが好きで自分が、食べたいカレーを作ってそれがお客さんに喜んでもらえてるっていう状況とかね、僕なんかで言ったこうなんかデザインしたものがすごく喜ばれるみたいな、あまりね自分の中ではそれは苦労だとは思わないんですけど、そういうことができない人、例えば僕なんかカレーがねスパイス合わせてカレーなんか作れないんですけども、そういう人から見るとカレーが作れてすごいなって思うんですけど、作れる人から見たらこうたわいのないことって言ったらあれですけどね、そういうことでこう喜んでもらえることが、まあを仕事にするのがいいですよっていうのは本当に僕も本当そう思いますね。僕もあれですもんね、本当に苦労なくというかね、こんなことで喜んでもらえるんだっていうのがね、例えばなんかCD もそう一つもそうですけども、なんかそういうのをねこうなりわいにするっていうのは
いいですよっていう話はされてましたんでね、まだ配信、見逃し配信 TVer で見れますんで、ぜひあちこちオードリーね、これ毎回ね、面白いというか、見逃さないように僕は頑張ってるんですけども、これ時間がね、水曜日の11時ですか。ね。何か裏かぶってんだよな。俺いつもこう見逃しちゃうんだよな。その時間何やってるんだろう、水曜日のね。だって、あれ、水曜のダウンタウン終わりで間に合うじゃんっていう時間帯なのに、俺は毎週水曜日11時は必ず TVer で見てんだよな。でもこの回ね、そうだと思ってチャンネル回したら反省会だけ流れてってね、キーホルダーのやつやってたんで、もう一回こうなんか遅れちゃうんだよなと思いながら、見ておりましたので、TVer であるっていうのはすごく助かりますね、本当に。なので、見逃しちゃった方はぜひ TVer でご覧になってはいかがでしょうかといったところですかね。コント月明かり、歌詞が書けなくて月明かりだけで書いてみようとかみたいな話もされてて、いやなんかそう分かりますよ。自分が求めるものをね、こう今までのこの自分の考えの範疇外からこう生み出されないかなっていう意識っていうのはあって、だから左手で書いてみるとかね、そういうことは必ずやりますよ、本当に。自分が今までこうしてる普通にしてることでない違うアプローチでね、挑んでみたら、結果はどうなるんだろうみたいな挑戦はしますけども、深夜の山手通りを叫びながら歩くのはやめた方がいいって言ってましたんで、それだけはやめるようにしたいかなと思いましたと。はい、そんなところですかね。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。